どうも、ダイキングです。本日も動画を見ていただきありがとうございます。今回、楽天のマジ得フェスティバルっていうのがですね、気がついたら開催されておりまして、結構ね、内容がやばいのでご紹介したいと思います。注意点とか、基本的にこの楽天モバイルっていうもののね、契約にはなるのかな。楽天カード会員様、楽天カード持ってる人が一応対象なんですけども、初めての申し込みで2万ポイント。でございます。で、もし持ってない方いたら、この1万ポイントってやつかな。新規入会と、1回利用ですね。もちろん年会費とかはかからないので、それだけで1万ポイント。なんで合計で3万ポイントっていう、結構やばいと思いますけどね。僕もですね、この楽天モバイル使ってまして、そもそも別にポイントあるない関係なしに普通におすすめです、正直。もちろん住んでる地域とかによるけど、基本今ね、プラチナバンドとか始まりますので、楽天取ったんでね、はい、取れたので、2回目以降もね、ポイントもらえるやつあるので、それこの後お話ししたいと思うんですけども、で、もしも楽天カード持ってるっていう方でしたら、この楽天モバイルを申し込む、お近くのショップでもいいんですけど、で、同時に申し込むとかもできます。これ結構すごいですよね。お手続きですね。入力フォームかな。入れてもらって、これですね、6月24日の10時までになっております。ブランドはどうだろうね。ビザでいいんじゃないですか。ここは好きに。アメックスはもうおすすめしないです。やっぱり使えるとこが少ない。はい、ブランドの特徴とかもね、書いてくれてるんで、マスターはやっぱりヨーロッパとかはマスター強いかな。JCB はやっぱり日本って感じなんですけど、ビザは結構どこでも使えるっていう感じかな。で、デザイン選んで、あと名前とかですね、本当にこの注意事項じゃないけど、必須事項をこう入れてもらってっていう感じになります。ここ普通ですよね。今まで通り。で、戻ると、で、もし楽天モバイルのみ申し込みっていうところだと、会員のね、ログインがあるんで、楽天会員で、多分ログインしてもらって、でですね、楽天会員でログインしてもらって、で、クーポンコードっていうのがね、これ表示されてるかどうか一応確認してもらって、多分ページから行ったらね、大丈夫と思うんですけども、プランがですね、もうこれしかないので、楽天最強プランのみです。容量無制限でございます。で、選択してもらって、あとは、で、これ国内通話ですね。電話をそうするんだったらいいと思うんですけど、いらないと思います。普通はね。LINE とか使えば別に。一応楽天リンクっていうもので通話もできますし、あんま使わないけどね。はい。あといろいろね、オプションありますけど、店頭でサポートを受けたいとか、海外電話国際電話かけ放題とかはちょっといいかもしれないな。もし国際電話多いんだったらですけど、いらないと思いますね。基本オプションは。で、SIM カードを、これ選ぶ感じになります。SIM は、なんで通信するちっちゃいカードなんですけども、これ物理的なやつと eSIM っていうものを使えば、これですね、すごいもうすぐ簡単に多分5分ぐらいで開通するんじゃないですか。これ一回僕やってみたんですけど、SIM とはって書いてあるけど、差し替えるだけなんですごい便利なんだけど、eSIM の場合はそうだね、最短3分っていうかもう、ウェブで手続きしたらもうあと開通されるんですよね。で、結構ね、こんな難しくないです、正直。簡単なんで、個人的にはこの eSIM がおすすめかなと思います。どうしてもやっぱ店舗とか行くとね、待ち時間とか、そもそも行かないといけないっていう。はい。いろいろ聞きながらやりたいんだったらいいと思うんですけども、で、もしこの、内容で申し込むのか、製品選択、もししたかったらですね、iPhone とかも2万円オフぐらいに確かなると思うので、いいですよ。15がおすすめかな、僕は。選んで、確かクーポンがね、もらえるはずなんだよね。買い替え超得プログラムとかもあります。これもなんで、24回分を支払った後、2年使って機種返せば安くなりますよっていう感じかな。これプラスか。こんな感じでですね、で言ってもらうと、これ申し込み押し込んじゃうんで、やめとくけど、っていう感じです。結構そんなに難しくないでしょう。はい。もちろん電話番号をそのまま持ってきて、MNP か。電話番号をそのまま活用するっていうこともできます。で、この条件としましては、2024年7月末日時点で、楽天カードを持ってる、有効なやつ持ってるっていうところと、初めての方ですね。今回限定は初めて申し込むっていう楽天モバイルを、プランの利用開始を7月31日までにするっていう、一応条件はあります。大丈夫でしょう。普通にやれば。2万ポイントは5ヶ月間にわたってくるので、4000ポイントずつ毎月こう入ってくるっていう感じなんで、半年ぐらいは使えよっていうことだと思います。はい。といっても最悪使わなくてもね、980円か ?3 ギガ以内だったら980円とかなんで、普通に得ですね、正直。全然使わないとしても3000円ぐらい得です。全然いい。っていうか便利だしね。容量無制限なんで。で、ちなみに、
一応解説しておくと、実は前解約したんだけどできますかっていうパターンは、このスペシャルインビテーションというのがあるんですよね。これ一回ちょっと話題になってましたけども、この三木谷ね、通称ミッキーがと出してる番号、乗り換えで、もう一回例えば以前楽天契約しててまた出戻りみたいな方もこちらは対象になります。新規以外でも電話番号乗り換えそのままっていうのはさっき言った MNP ですね、マイナンバーポータビリティで、例えばドコモとか何でもいいですけどソフトバンク使ってて同じ番号でそのまま乗り換えるっていうものになると14000ポイントになります。それ以外になっちゃうと、番号変えるとかね、なると7000ポイント。変えない方がいいですよね普通にねっていうこういうプランもありますので、ここから、このミッキー専用ページみたいなのがあるんですけどもあるので、あと普通に、多分これ楽天ログインしてもらうと、こういった申し込みページになりますので、新規乗り換えなのか、新規乗り換えでいいと思いますね。でデータタイプは確かね対象外だったような気がするんだよな。なんでここは注意なんですけど、これもなんで4ヶ月後456契約してから456かな確かで、4000ポイント5000ポイント5000ポイント感じにはなってます。すぐ来るっていう感じじゃないんだけども、ちゃんと楽天モバイル使ってよっていう、うまくできてますね。ここら辺はね。これはまだまだやってます。いつ終わるか分かんないですけどっていうのもあります。マジトクフェスね。これは確かにお得。楽天モバイルのあとメリット的なところで言うとですね、プランちょっと見た方がいいか先にね楽天モバイルの、この最強プランというやつがございます。3ギガから880円からだいたい3000円ぐらいになるのかなと思うんですけども、内容的にはすごいシンプルです正直。これと家族割になってるけど、容量が3ギガまでだったら980円、税込み1078円で、3ギガから20ギガまで月間のデータ使用量ですだったら1980円で、20ギガを超えたら2980円です。それ以上はかかりません。電話したらまた別途かかるっていう感じではあるんですけども、で家族割したら、他の人が入ってたり親戚とかどうやら名字が同じだったらいいらしいです。マイナス100円されていきます。1人ずつ確かで、4人ずつ、例えば家族4人でやると多分マイナス400円になるんじゃないかなと思いますね。それだけです正直で例えば22歳まで、とかだと毎月110ポイント還元とかポイントが還元されますので、これも結構お得かなと思いますね。12歳とかこんなのあったんだ知らなかった。無料でございます。契約事務手数料も0円になっております。これすごいね。結構取られますからね今ね、4、5千ぐらい。データこう感じかな。であとはポイント倍率が、5倍になります。楽天市場で買った時これ結構ねたまります。なんで大体僕Amazon 使うことが多かったんですけども、楽天で調べてみてそんな値段が変わんなかったら、楽天で買ってます最近。だからポイント還元で結構プラスになるんで、楽天スーパーセールとか、僕以前動画もやったんですけど紹介プログラムとかあります。で家族でもこれ使えます。しかもここもすごいですよね。なんでお父さんが娘とか、お母さん何でもいいんですけどこう紹介するっていう、紹介というのか分かんないんだけど、これも家族も OKっていうことになってます。あとエンタメだと意外と知られてないのはこの NBA とかね、このバスケットとかパリーグ TV ね、これ全試合無料で見えます。ライブが。楽天ミュージックは確か90、そうね、5時間毎月無料って感じ。30日ごとに。あと楽天マガジンが、最初無料とか、あと地味に YouTube プレミアムも最初3ヶ月無料になります。ただこれ初回のみだったと思いますね。で、あとは海外で2ギガまでね、使えたりとか、大体の国で使えると思います。アメリカとかイギリスとか台湾とか韓国とか大体そこら辺はね、使える感じではあるのでっていう感じかな、ざっくり。iPhone の乗り換えみたいなのもありだと思いますっていうところかな。で、これ僕の実際の料金なんですけども、例えば3171円かな、これ5月分だと思うんですけども、これ多分家族割入ってるからちょっと安くなってると思いますね。多分兄弟分、楽天モバイルだったんでぶち込みました無理やり。なんでちょっと安くなってる、6月分は安くなってる。でデータ容量はこれ多分今月だと思うんですけども64かな、6月今6月15真ん中なんですけど16か、もう64使ってますでも無料です。無料というか2980円ね。多分料金は変わんないっていう感じかな。で海外ローミングはこれオンにしたら確か使えるって感じかな。でポイントも、そのまま料金に使うこともできます。僕のポイント溜まってるんですけどね、いっぱいね、めっちゃ溜まってるんですけど、よく言われるのがちょっと通信がつながらないんじゃないかっていうところなんですけども、最近良くなったかな。でこのエリアマップっていうのが公開されておりまして、これ赤が 4G LTE ですね。
4G 普通の電波、青がミリ波 5G、その他が一応 5G って感じなんですけど、ミリ波とサブ6っていうのがあるけど、あんま気にしなくていいです東京とかは結構使えるね。都市部はそんな問題ないんですけど、やっぱりちょっとビルとか壁がね厚めのところで囲まれてるところとかはたまにやっぱりね、県外まではなんないけど弱いな、つながりにくいなっていうところはところどころありますね、正直ね。でもそんな問題じゃないかなっていう気はする。ただ山間部はちょっときついです、正直。山とかは、僕のでもこの、徳島のねところでも、だいぶつながるようにはなりましたね。だいぶエリアがね広まってきてます、徐々に。基地局めっちゃ今建ててますし、あとプラチナバンドが、多分今月からね本格的に始まって、結構いろんな基地局というかこのプラチナバンドの機械が結構取り付けられてるみたいなんですよね。載ってたんでいろいろ。これなんでエリアは一応見てもらった方がいいと思いますね。そんなに、お試しみたいなことも確かできたと思うんですけども、だいぶ良くなってますね。でどんどんこれから良くなってくると思います。で基地局とかもなんでこんな感じですね。これ5月のやつね、最新のやつとかと、例えば仙台とか、これなんでこの5月だけですよ。5月だけ、例えばこの仙台の青葉区とか秋田市とか、これ基地局建てましたよ。東京だとこの三鷹とかね、東これ大和っていうのかな、横須賀とかですね、どんどん結構ね建てられてます。どんどん良くはなっていくと思うよ。高松も建てられてる、結構いろいろ建てられております。で一応僕も3年ぐらいもう使ってるので、じゃあどうなのかっていう、これ以前のね、動画で話したところでもあるんですけども、やっぱり価格が安いというか、上限が本当に3000円ちょっとで、容量無制限使えますので、通信速度は割と速いのかなと思います。これ池袋で昨日10分圏内で確か取ったデータで、昼間ね12時半なんで、でもこんぐらいで出てますからね。ただ場所によります、正直ね。45、ダウンロードアップロードこれ出てないけど、結構早いんですよ意外とね。いわゆる混み合う12時台とか、夜とかでも全然大丈夫な気がするね、気がするかな。18時から20時ぐらいとかね。あとテザリングできるので、要するに iPhone をポケット Wi-Fi 代わりにできるわけですよ。Android もね同じなんですけど、インターネット共有できるので、速度も出るんですけど、充電はやっぱちょっと食うかなっていう、その分ねはありますけども、容量気にしなくていいんで、パソコンとか、僕 iPad とかに使ってますけどいいのかなと。で、楽天ね1話でポイント還元が、ちょっとこういうバグったりとかも、なんかバズったやつかなもありますけど、結構ポイントがねすごい、なんか何千ポイントとか、この前シャオミの携帯ね買ったんですけど、ポイント還元すごいことになっておりました。ただもちろん気になってるところもあって、電話代とかはね、やっぱりかかります。なんでかけ放題とかにしなければ30秒で20円かな。これはでも多分他のキャリアと値段は同じだったと思いますね。なんで普通の通話であれば、なんでLINE とか使えばねもちろんかかんないですよ。あれはデータ通信になるんで、ちゃんとこう電話アプリでこう電話するっていうね、楽天リンクとかもあるんですけど、正直ねちょっとめんどくさいんで、LINE とかがおすすめかながいいと思います。で、電波に関してはここは結構でも良くなってます。結構山とかはきついかな、正直ね。山間部厚い壁がある地下のお店とかはやっぱ弱いなっていうところはあります。ただ以前に比べるとだいぶ良くなりました。もうほんと繋がらないとかあったんですけど、繋がらないことはねほぼなくなりましたね。結構いろいろ東京都内とか移動してますけど、その田舎の実家の方とか行くけど、四国とかも山はきついでも。でプラチナバンドが、いわゆるドコモとかソフトバンクとかと同じような品質のものが、一応入る、全く同じではないと思うけど、入るので、ここは今注目ポイント6月今入ってるんで、5G とかはね限定的ではあるけど、ただ入ったら結構早いです。ただその安定性とかに関してはまだまだ、4G とかねの方がいいのかなっていうのが現状ですかね。サブ6とかもね、あんまりないんで正直ね、だいぶ良くはなってますよね、やっぱりね。ただやっぱスピードとこの容量とか考えるとめちゃくちゃ安いんですね。で100ギガ使っても一緒ですからね、値段。デュアル SIM っていう同じ2つのキャリアとかを合わせて使うとかも結構いいのかなと思います。結局使わなかったらさ980円しかかからないので、ここら辺がいいですよね。なんで Wi-Fi ルーターとかポケット Wi-Fi 的な使い方もすごいいいですね。なんで楽天の SIM ぶっ刺しとけばねポケット Wi-Fi みたいに使えるんで、料金シミュレーションとかもあるんで、ここねチェックしてもらえばなと思います。
ということで、まとめますと、お得です。正直めちゃくちゃ2万ポイント、初めてのねお申し込みになりますけど、いや全然ねめちゃくちゃいいと思います。正直これ2万と、もし楽天カードね持ってなかったらさらに1万ポイントというかなりお得だと思う。はい、対象の iPhone とか2万円の値引きとかありますので、iPhone15 とかおすすめです、僕はね。はい、iPhone の選び方とかを出してるんで、よかったら見てみてください。キャンペーンルール、これちょっと一応見ておくか。新規お申し込みですね。で、6月30日までなんで、プランの申し込みか。はい、ちょっと期間があるので、7月1日の10時までかな。申し込み期間が。で、7月中に、開通。開通ね、マジで最短3分くらいで終わるんで、最悪ね、楽天のショップに行けばいいかな。大体説明をしたと思うので、あと一回楽天解約して、また出戻りみたいな方は、こちらの最強プランですね。社長の14000ポイントで MNP してもらえばいいのかなと思いますので、チェックしてみて、概要欄の方にね、全部載せておきますので、ぜひチェックしてみてください。ちゃんとこのお申し込みボタンからね、行かないと適用されないと思うので、これだね、料金シミュレーションっていうのも、一応入れとこうかな。データ容量じゃあどれぐらいとね、使うとか、で、今のじゃあキャリアですね、ソフトバンク使ってますとか、家族割なしです、何でもいいんですけど、シミュレーション、してくれるので、ここら辺もね、参考にしてもらえばなと思います。はい。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。この動画良かったらぜひ高評価とチャンネル登録お願いします。はい。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。良い週末お過ごしください。暑いですが頑張りましょう。じゃあ、またねー。バグってる。3万ポイントはやべえ。普通にシンプルにやべえ。熱い。